どうも、EB です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はタイトルの通り、なんちゃってブレンドで楽しめますよという内容になります。私は自宅でコーヒー豆を焙煎して楽しんでいるんですが、こんな楽しみ方もしてますよという内容を単純にお伝えする企画となります。で、なんでですね、この動画を撮影しようかと思ったかというと、コーヒー好きの方は大勢いると思います。結構カフェとかレストランとかですね、外でコーヒーを飲むという方も多いと思いますが、自宅でコーヒーを飲むとなるとやや減ると思います。ましてや自家焙煎されているなんてかなり限られている方になると思います。で、今回の動画はですね、自宅でコーヒー飲むけどもう一歩踏み込みたいなとか、けどどうやったらいいのかわからないとか、どんなことができるのかわからないという方に向けての内容です。焙煎を知ったらこんな楽しみ方も一つとしてあるんだなというのを知っていただけたらと思って撮影をしております。私も独学で焙煎していますし、難しいことを言い出したらいろいろあるのは認識しておりますが、コーヒー好きで何かコーヒー系で挑戦したいなと思っている方がいましたら、たくさん道がある中の一つとしてですね、焙煎も面白いんじゃないかなというふうに思っています。自宅で気軽に焙煎チャレンジできるコンテンツも増やしていきたいなというふうに思っております。で、コーヒーも含めて口にするものって好みは人それぞれだと思っています。さらに言うと、同じ人でも気分によって今日はあっさり系がいいとか、濃厚なのが今日の気分みたいという形で変化していきます。そこで今回はコーヒーの中での話ですが、いろいろな種類のコーヒー豆をブレンドすることで、その日の気分に合わせてコーヒーを調整するということをですね、紹介しようと思います。はい、それがこちらになります。ちょうどですね、いいお皿がなかったので、これで勘弁をしてください。ここにはですね、4種類の豆があります。横の行として見ていただければと思います。この中でですね、2杯抽出していきます。この上の段と下の段をですね、意識していただければと思います。まず上の段ですね。一番左側から見ていきますと、これが浅入りのブラジルですね。で、続いてこちらが、ミディアムのエチオピア。で、深入りのまたブラジルということになります。同じブラジルでも焼き方をですね、変えております。で、一番最後、右端のところのものがですね、これがインドネシアの深入りというものになりまして、ロブスターを使っております。で、下の段もですね、同じ構成になるんですけれども、この割合をですね、変えております。一番左側ですね、こちらブラジルの浅入りですけれども、こちらの量を多くしております。で、次にエチオピアのミディアムですね、こちらの方も、少し量を増やしておるということになります。で、ブラジルとインドネシアのこちらの深入りをですね、量を減らしているというふうな形になりまして、上の段が濃厚なもの、下の段があっさり系というふうなですね、意味合いになります。ただしですね、ゼロにですね、こちらとかをなくしてしまうと、単調になってしまったりとか、あとは複雑味がですね、なかったりもしますので、1g ずつはですね、入れているというふうにしてみました。で、今回はですね、動画のためにそれぞれの豆をですね、取り出していますけれども、こういった複数の種類の豆とか、焙煎度の違う豆をですね、用意しておけば、コーヒーとかエスプレッソを飲むときにですね、濃厚かあっさりか、それとも中間かなどですね、感覚で調整することもできます。もちろんですね、今回のようにきっちりと重さを測って、記録しておくことで、その配合のレシピとして残しておくこともできると思います。で、今回はですね、15g のバスケットで計算してあります。また、入れるときですね、リストレットの抽出なのか、それともルンゴのようにですね、さらっとした感じに抽出なのか、そういった時でもですね、いろいろと調整要素というのが変わってきます。で、今日はですね、やや少なめのリストレット気味にしようかなというふうに思っております。それではですね、2杯抽出していきたいと思います。ちょっと準備をしますのでお待ちください。はい、では準備ができました。まずは濃厚な方ですね、上側の方の、豆をですね、今グラインダーで引きまして、この中に詰めております。
ではエスプレッソでですね、抽出していきたいと思います。あと、余談ですけれども、濃厚な方をですね、飲みたいときっていうのは、やっぱり縁の厚いものがですね、かなり相性がいいと思います。私はグラニュー糖を必ず入れる派なので、グラニュー糖は入れていきます。では、いただきます。めっちゃ美味しいですね。思ってた通りな感じですね。で、やっぱりシングルオリジンよりブレンドしておりますので、やっぱりなんて言うんでしょう。単一の単調な味じゃなくて、ちょっと複雑味を、まとったような感じに感じます。これはこれで美味しいです。では続いてですね、2つ目。こちらの方もですね、準備をして入れていきたいと思います。はい、それでは2杯目のですね、浅入り重視の、準備がですね、できましたので、こちらも入れていきたいと思います。はい。では、いただきます。香りからちょっとあっさり系な、雰囲気はしております。もう、想定通りというか、やっぱり浅入りの豆を多く含ませることによって、やっぱり、なんていうんでしょう、酸の方を際立たせることができているかなと思いますので、やや、酸味強めのさっぱり系に行きたいという時には、こちらの方のですね、ブレンドにしてみるのもいいかなと思います。このようにですね、今ちょっと極端にですね、わざと動画でお届けするために、濃厚な方と、浅入りの方ですね、さっぱりな方と、極端にやりましたけれども、その中間ぐらいのブレンドであるとか、好きなぐらいの塩梅をですね、見つけていくというのも楽しいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はなんちゃってブレンドで楽しめますよという内容でした。タイトルはややふざけていますが、ブレンドのエッセンスが伝わっていましたら嬉しいです。本日はやや極端な例でお見せしましたが、各コーヒー豆屋さんやカフェなどでも似たようなことをしていると思います。ただ、もっとですね、こだわりを持って細かな単位で何度もブレンドを再調整するなどですね、無限のレシピの中から厳選した豆をですね、選んでいるはずですので、お気に入りのお店の何々ブレンドというのを見つけたら味わってみるのもいいかもしれません。またですね、自分でブレンドしてみたくなった方は、焙煎も検討されてもいいかもしれないと思います。いくつか参考になるかもしれない自家焙煎系の動画もアップしていますので、過去の動画もご覧いただけたら嬉しいです。自家焙煎は私も研究を続けていますので、アドバイスや、あるいはアドバイスし合えるコミュニティになったら面白いんじゃないかなと思います。このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーに関する動画をアップしています。コーヒーツール系のレビューであるとか、焙煎系の動画もアップしていますので、コーヒー好きな方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。